こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は今年2020年に私がゲットして良かったなと思うもの5つをシェアしていきます。今年2020年に私がゲットして良かったなと思うもの、まず1つ目はこちらの長野のお家です。前回の動画でこちらのお家での生活についてお話をしたんですけれども、本当にデメリットがあんまり思いつかないくらいとても気に入っています。旦那さんも私も海外生活が長くて広い家に住みたいっていう思いがすごくあったので、その夢を叶える形で広いお家に住めていて、私たち夫婦の希望に合わせてデザインしてもらっているので、まさに理想の家といった感じです。ハウスツアーのリクエストもいただいていますが、プライベートな空間なのでどこまでお見せするかまだちょっと迷っているところで、ただ近隣でよく行く場所であったりお店やレストランなどはこれからどんどん紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。今年私がゲットして良かったもの2つ目はフィットネスバイクのフィットボックスです。フィットボックスはいわゆるスピンバイクに分類される室内用のバイクで、マグネットで負荷が調整できるようになっています。スピンバイクにはマグネット式の他に布や革などのパッドをタイヤに押し当てることで負荷を調整する摩擦式というタイプのものがありますが、摩擦式のものはパッドがタイヤとこすりつけ合うので結構音がするのと、あとパッドが劣化してくるので定期的に交換する必要があります。フィットボックスは特殊な種類のマグネット式になっているのでとても静かです。マグネット式のバイクはマグネットが熱くなってしまうので30分までの使用のものが多いのですが、フィットボックスは90分まで使用することが可能です。見た目もスタイリッシュで距離や時間、カロリー、心拍数などが測れて機能的です。ハンドルのところにスマホを置くスペースがあるので、私はよくポッドキャストを聞きながらバイクを漕いでいます。フィットネスバイクがお家にあるとちょっと夕方お腹が空いて間食しそうだなと思った時に代わりに運動をしてバイクを漕いで空腹感を紛らわしたり、あとは冬の間、ちょっとやっぱり寒くなってきているので寒いなと思ったら少しバイクを漕いで体を温めるような使い方をしています。今年ゲットして良かったもの3つ目は銅製の湯たんぽです。やっぱり山の中なので冬夜寒くなるので湯たんぽは結構必需品なのですが、こちらの湯たんぽは純銅製なので熱伝導性がいいのと保温性が高いです。あと直火加熱が OK なのでストーブの上に直接置いて温めて電気を使わないのでエコです。寝る前に布団の中にパジャマと一緒に入れておいて、そうすると布団が温まるだけではなくてパジャマも着た時にあったかいんですね。そして寝る時は次の朝ヨガの時に着る服を、湯たんぽのところに置いておいて温めておいて、次の日の朝暖かいまま着るようにしています。湯たんぽ自体は朝までずっと暖かくて、で朝になってもまだ暖かいので朝のメディテーションをするときに膝の上に置いて行うようにしています。今年ゲットして良かったもの4つ目はマニフレックスの枕です。こちらのお家に引っ越してから新しいベッドと枕を購入して寝ていたんですけれども、その枕が全然合ってなくて、合ってないなっていう感覚はあったんですけど、そのまま使っていたら本当にもう首とか肩が起きたらもうバキバキに痛いっていう感じになってしまって、それで新しい枕を購入しようと思って前から知っていたマニフレックスというイタリアの高反発マットレスブランドのものを購入しました。枕を変えてから体が痛くなるということもなくなって、本当に枕の質は重要だなと思いましたし、もうちょっと早くに買っておけばよかったなと思っています。
マニフレックスの枕はいくつか高さがあるんですけれども、私が購入したものは5センチの一番低いもので、丸めて持ち運べるので、旅行とかに持っていけますし、あと東京のお家の方に帰る時も持っていこうと思っています。今年ゲットしてよかったなと思うもの5つ目はセーブ・ザ・ダックのコートです。去年の動画でもご紹介したセーブ・ザ・ダックなんですけれども、イタリアのビーガンコートブランドでアヒルを救えというネーミング通り、アヒルの羽毛、つまりダウンを使っていないコートを作っているメーカーになります。去年セーブ・ザ・ダックをご紹介した時は、商品の説明はしたんですが、あまりなぜビーガンコートかというお話はしなかったので、今日は、今年はもう少し掘り下げてお話をすると、ドミニオンという畜産業やさまざまな動物が置かれている状況や環境についてのドキュメンタリー映画を見て、どのシーンもかなり見るのが辛いものだったんですけれども、その中で特に私が辛いなと思ったのが羽毛の生産現場のシーンだったんですね。アヒルの羽をむしり取るんですけど、その時に本当にすごい声でアヒルが鳴くんです。新しい羽が生えたら、またその拷問のようなプロセスを繰り返してだいたい4回ぐらいされるらしいんですけど、羽が生えてこなくなったら殺処分になってしまいます。それを見て、ダウンジャケットってダウンってなんだろうって考えたことがなかったんですけど、もう知ってしまったら普通のダウンジャケットは買えないなと思いました。セーブ・ザ・ダックは2020年に設立されたブランドで、羽毛不使用のコートブランドとしては先駆け的存在なのですが、現在はヨーロッパだけではなく北米、アジアとグローバルに展開しています。去年は日本ではほとんどポップアップもなくて、義理のお兄さんがヨーロッパに行った時に買ってきてもらったんですけれども、今年は結構いろいろなところでポップアップをしていて、オンラインで公式のショップもオープンしています。去年購入したものはライトジャケットだったのですが、今年は極寒対応のものを旦那さんと一緒にペアで購入しました。とても軽いのですが、氷点下20度にも対応していて、防水加工もしてあるので雪の日も安心です。ポケットもたくさんあって機能的なデザインですし、赤い色もすごく可愛くて気に入っています。日本で購入可能なビーガンコートブランドはなかなかないので、セーブ・ザ・ダックはとてもおすすめです。ということで、今日は今年2020年に私がゲットしてよかったなと思うもの5つをシェアしていきました。調理器具については今年の後半はあまり新しいものを買っていなくて、5月に最近気に入っているキッチン用品という動画を配信しているので、そちらをご覧いただければと思います。今日ご紹介したものはお家以外の4つを下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧ください。来週はクリスマスですし、何か素敵なプレゼントのアイデアになれば嬉しいです。それではSee you next time!